いた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 、群れ群れ群れ。なんていう透明度だ。皆さんこんにちは、ホモサピです。今日は春の味覚一大イベント、白魚をすくいにやってきました。この霞ヶ浦へ。風がうるさいですが、このうるさい風が今日だけはうざくない。白魚はこの春の風に流されて接岸します。そこを網で一網打尽にしなきゃっていうイベントです。白魚はね、めっちゃくちゃ美味しいです。まあ川のシラスだと思ってくれればね OK です。シラスと違うのはね、でかいこと。彼らはね、泳ぎが得意ではないので、強風の日は水面を漂ってこうやって岸の方まで来ちゃうわけですね。気象庁の気圧配置を見ると、北海道の横と鹿児島方面にでかい低気圧がボンボンと2つあるんですよ。その低気圧の影響を受けて、霞ヶ浦のこっち側に風が吹いてます。だから今日はこっち側の岸に白魚が集まるだろうなっていう予想をしてきたんですよ。けど今見た感じね、いないのよ、一匹も。うわ、見てください、これハクレンの死骸ですよ。ハエがたかってるので臭いのかなと思ったらめっちゃ臭いですね。利根川から入ってきたハクレンが霞ヶ浦にもいるんですよ。これさ、網構えてたら入んねえかな。トローリング入りません。意外といねえな。風はちょうどいい感じなのにな。みんな見てくれ、この多分打ち上げられたゴミの中に白魚臭いフォルムの死骸が近くにはいるのかもな。けど網に入んないから、どういうこと？白魚が湧くまで他の食材を探しましょう。ありました、これつくしですよ。春の象徴たる。いやマジでつくしって誰も取らねえから無限に入ってるけどめっちゃ美味しいんですよね。まあ取らない理由もわかる。この袴を取るのがね、クソだりーのよ。けどこれさえ我慢すればめっちゃ美味しいから。ちなみにね、このつくしはつくしっていう植物があるわけじゃなくて、こちらに生えてますね。これスギナっていう植物がつくしの大元でして、これが地下系で繋がってるんですよ。だからこの辺のつくしはね、一つのスギナから生えてきたやつです。じゃあこれ何なのって話ですけど、これはつくしが繁殖の時に胞子を飛ばすサメでいうクラスパー、カブトムシでいう降雪機、人間でいうチンチンなんですけど、これがねとっても美味しいと。袴取るのめんどくさいんで、できるだけ袴がねないやつ取りましょう。あとこちらですよ、これチンポポ、間違えた、タンポポ。このタンポポはね、意外にも根っこが美味しくて、ごぼうみたいな食感で程よい苦味がある珍味です。タンポポの根っこも言えます。お、いいんやないか。ごぼうだよ、ごぼう。ハンマー裕次郎みたいになってるよ。また割り中です、こいつ。みんなやばい、なんか夕方になったら急に白魚がいる。こうやって波間を見てるとね、なんかいるのよ。おら入ったー、入ったー。こんにちは白魚、今年もよろしく。こいつですよ、これ。おらー入れ。あー入った。やべえ、適当戦法最強か。いた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 、群れ群れ群れ。やべえ、なんていう透明度だ。おー、めっちゃいるめっちゃいる。見てください、この透き通ったプルプルの実はまるでふやかした春雨のようで超綺麗です。これが死ぬとすぐ透明感が消えて釜揚げしらすのようになります。だから白魚です。ちなみにこの白魚、たまに集団で寄生虫に感染する人たちがいます。白魚は白魚科に属する魚で、淡水にいる時間が長いので人間を宿主とする危険な寄生虫を保有してます。一方九州に白魚っていうハゼ科の全く別の魚がいます。こちらは踊り食いが有名で、白魚はほとんど海にいて、本当に産卵の時だけ河口付近に入るぐらいなんで、寄生虫リスクがね低いんですよ。こいつらにいる寄生虫は横川宮虫とか学校虫とかいるんですけど、学校虫に寄生されるとね、最悪失明しますからね、あんまり生食はおすすめしないです。皆さん見てください、この白魚がね本当に波打ち際にいるの。こいつは泳いできて泳いできて、これ手で取れんじゃね。あれ、あ、ほらほらほら浜に一匹追いやりましたよ。普段だったらこんなにね岸に寄らないんでちょっと厳しいですけど、よいしょ、めちゃくちゃ簡単に浜に上がるわ。うわ、大量に取れたよこれ。これ取りすぎとか在来種そんな飛んだとか言われると思うけど、産卵終わってどうせもう死ぬ白魚なんですよ。ホタルイカと一緒っすよ。カラスの栄養を俺らが奪ってるだけです。そう、カラスごめんな。シャバシャバと洗いますよ。まあ多少葉っぱ入っててもねアクセントだから、葉っぱも食えるから。じゃあ次はつくしをね食べていくんですけれども、つくしはね本来アク抜きしないと食べられないんですけど、まあ、俺はね苦味が好きなのよ。発がん性があるとかね言ってくるやつがいるんだけどね、うるさいのよ。俺はあの苦味が好きなのよ。だから俺はアク抜きしないけどね、みんなはねアク抜きしてくださいっていう話です。袴をねみんなで取りますよ。その間にね、こちらにあるハンマー裕次郎タンポポを切ります。もう洗ったんで、霞ヶ浦の水でごぼうのようにねささがきにして鍋へ入れていきます。
もしかしてこの手さばき、東京都内のとあるデニーズで働いてましたか？いやー、まあ、働いてなかったとは言わないでおきましょう。タンポポをこんなにさばくのがうまいってなるともうデニーズしかないからね。まあこれ結構ね、量少ないなと思うんですけど、苦味強めなんで、ほどほどで。オッケー。じゃあタンポポ入ったら、鍋を乗せて、じゃあこちらにつくしも入れます。で、お水をイン。あー、いい匂いする。軽く茹でます。横エビめっちゃ集まってきた。で、見てみんな。照明によってさ、横エビっていう甲殻類が集まってきた。陸生のまあ、エビみたいなやつなんですけど、こいつらね、集まってきたってことは多分ね、入りたいんだわ、ここに。多少だけどエビの出汁が出るんで、こいつらも入れるか。あ、ほら赤くなったっしょ。横エビも入れよう。わざわざね、遠方からはるばるね、歩いてきてくださるんですよ、彼は。あ、いた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 。行ってこい。うわ、すごい緑。で、お醤油を目分量で、ちょろりー。ちょろりーたー。白魚をね、本当は生で食いたいけど、寄生虫リスクもあるんで加熱します。いけ。あら、美味しそうね、もうすでに。生きてるうちはすんごい透明なんですけど、死んだ途端急にね、濁ります。今日はね、うずらの卵しかなかったんで、うずらの卵を買ってきました。俺じゃあここでうずらをクンってやるんで、それでウータムさん急いで混ぜてくださいよ。あ、めっちゃいい匂いする。よいしょ。ちゃんと全部絞れてるわ、卵。よいしょ。よいしょ。最後。オッケー。完成しました。春の食材、卵とじです。よし、食べようみんなで。いただきます。うんまっ。つくしのすごいいい土の香りが広がる。卵と醤油が甘くてうめえ。ふわふわの卵と白魚の身が甘じょっぱいタレに絡んでね、ちゃんとなんか白魚から出汁的なものが出てるんだよな。タンポポどこ？あ、いた。タンポポいただきます。あ、マジでごぼう。噛んだらね、ゴリッゴリって言ってね、ちょっと苦いのもごぼうだね。うまいっすよ、マジで。あ、うまっ。米欲しい。見てこのプルプル感。口の中が甘ったるくなってきたなって思ったら、タンポポ食えばね、程よい苦味とゴリゴリ食感で口がリセットされて美味しい。ということで皆さん、本日の動画はいかがだったでしょうか？この動画がいいと思った方はチャンネル登録をお願いいたします。良ければまた見てください。ごちそうさまでした。